こんにちは、月島です。今回は Pro Tools に付属する標準プラグインの Avid チャンネルストリップを見ていきたいと思います。SSL EV2 チャンネルからチャンネルストリッププラグインを操作してきていますが、この Pro Tools のものはグラフが表示されるのでとても使いやすいです。目次です。プラグインの概要、各セクションと使い方、音源にかけてみる、スタジオ1のチャンネルストリップの音と比較、最後にまとめと次回予告です。このプラグインは Avid 社の System5 というコンソール卓のエフェクトをモデリングしたものです。使用できるモジュールとしては Waves の SSL EV2 チャンネルとほぼ同じで、フィルター、イコライザー、コンプレッサー、エキスパンダーです。また、インプットとアウトプットでボリュームを操作できます。私の持っている Pro Tools Studio ではトラックの入り口でボリューム調節ができませんので、このプラグインを最初に挿入するとボリューム操作ができて便利です。このプラグインに入ってくる音の音量調節と位相反転ができます。エフェクトの並び方を4種類の中から選択できます。また、上部にある青いエフェクトのボタンを押して消灯すると、そのエフェクトをバイパスすることができます。そして、ボリュームをエフェクトの前にするか後にするかを選べます。このプラグインの出口の音量を調節します。エキスパンダー、ゲートの設定を行います。パラメーターもしっかり用意されていて、細かく設定を追い込むことができます。コンプレッサーの設定をします。こちらも細かく設定をすることが可能です。また、レシオを右に目いっぱい回すとリミッターになります。サイドチェインを使用するときに操作します。主にダイナミクスのパラメーターをこのページで操作できます。イコライザーとフィルターの設定を行うことができます。フィルターはハイパスフィルターとローパスフィルターです。イコライザーのバンドは4つ用意されています。ローフィルターとハイフィルターはベルタイプとシェルフタイプを選択可能です。まずは用意したドラム音源をバイパスで再生します。この音をもとに設定を考えてみました。イコライザーの設定はハイハットなどの金物系の音が弱く感じたので、ハイフィルターで 5kHz より上を 1dB 持ち上げました。他にギターやベースと干渉しそうな 190Hz と 1kHz をカットしています。また 20Hz から下をローカットしています。エキスパンダーも設定してドラムがタイトになるようにしています。コンプレッサーは4から 6dB くらい圧縮する設定です。エフェクトの並びはデフォルトが EQ ダイナミクスですので、今回はそのまま設定しました。それではエフェクトをかけた音とバイパスの音を再生して比較してみたいと思います。このような感じになりました。イコライザーの後にコンプレッサーをかけていますので、音の強弱が少なくなっています。
次はベースのフレーズを見ていきます。まずはバイパスで再生します。このアナライズ結果を見て、イコライザーの設定はベースのアタック感をもう少し出したいと考えて 2kHz より上をハイフィルターで 2dB ブーストしました。そして 250Hz より下を 1dB ブーストしつつ 40Hz より下はキックに譲るためにローカットしています。コンプレッサーは 6dB くらい圧縮する設定です。アタック感を出すためにアタックは遅めにしました。また、このベースフレーズのキレを出すためにエキスパンダーも設定して余分な音のテールをカットするようにしています。それではエフェクトをかけた音とバイパスの音を再生して比較してみたいと思います。このような感じになります。EQ、コンプともに設定通りに効いていると思います。次はエレキギターのフレーズを見ていきたいと思います。まずはバイパスでフレーズを再生します。アナライズの結果を見て、イコライザーの設定は 800Hz 付近と抜けを良くするために 10kHz より上をブーストしています。そしてエレキギターの低音はそんなにいらないので 200Hz より下を 1dB シェルフでカットしつつ 80Hz 以下をローカットしました。また 14kHz 以上に音が大きく出ていますのでハイカットも設定しました。コンプレッサーは 6dB くらい圧縮する設定でエキスパンダーは使用していません。それではエフェクトをかけた音とバイパスの音を再生して比較してみたいと思います。このような感じになりました。EQ、コンプともに設定通りに効いていると思います。ドラム、ベース、ギターをまとめて再生します。バイパスと比較してみたいと思います。再生します。このような感じになります。やはりプラグインをかけた方が音が締まり、それぞれの音源が聞きやすくなります。スタジオ1に標準で付属するプラグインのチャンネルストリップをかけた音と比較をしてみたいと思います。コンプレッサーはパラメータの違いがあり、同じような設定にすることはできませんが、イコライザーはほぼ同じ設定にしています。また、エフェクトの並びが Pro Tools は EQ、Dynamics で、Studio One は Dynamics EQ です。それでは、バイパスの音から再生して比較してみたいと思います。
このような感じになります。全く同じドラムフレーズですが、音やアナライズ結果に大きく違いがあります。次回の動画でその辺の検証を行いたいと思います。アビットチャンネルストリップは私がプロツールスでミックスをするときに1段目に使用するプラグインです。ミックスの手順としては VU メーターなどを見ながらトリムのみを操作して一度ラフミックスを作り、そのバランスを崩さないように各トラックのコンプや EQ を操作してミックスしていく感じにしています。DAW 標準のプラグインは軽視されがちですが、私はとても優秀なプラグインだと思っています。そしてここまでチャンネルストリッププラグインの動画を4つ作りながら操作や検証をしていくうちに1つ気づいたことがありました。それは楽曲をミックスするときにイコライザーとコンプレッサーのどちらを先に挿入するのかということです。どちらが正解ということもありませんし、順番はミックス作業をする個人の自由なのですが、私の中では今後楽曲をミックスする時の考え方を変えることになりそうですので、現時点で気がついたことを整理して動画にしておきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。